皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の政治に大きなイベントが起ころうとしています。岸田総理が次期総裁選に出ないことを表明しました。これに伴って、新しい総裁に変われば、総理もこれに合わせて交代し、日本の政治指導者が交代することとなります。総理大臣が変わることによって、経済や軍事など様々な点において、流れが変わることも十分あり得るわけですから、非常に注目すべき出来事です。今回の動画では、岸田政権のこれまでの政策の功罪、お話を少ししていこうと思います。まず第一に、今回の岸田総理の自民党総裁選不出馬というのは、国民の支持率が非常に低いことに大きな理由があるでしょう。そして国民の支持率が低い、そうした要因となっているのが政治家とお金の問題です。政治パーティーの裏金問題があり、この問題に対する岸田総理の対応は不十分だったと思います。なお、この問題ちょっと勘違いされがちなのですが、政治パーティーを行うことそれ自体が違法ではありません。問題なのは、そこで得られたお金を政治資金の収支報告書に記載しない裏金を作っていたのではないかといったところがポイントです。そして、岸田総理の対応が明らかにおかしかったのは、この問題に対して政治資金規正法を改正しようという段階になって抜本的な取り組みを行わなかったことです。どのくらいの金額から政治資金の公開をしようかというところで公開水準を下げたりはしましたが、全面的な公開などには踏み切らなかったし、またその罰則についても非常にぬるいものとなりました。外国人や外国法人の絡んだ政治パーティー券の購入などについても明確な規制などがかけられる様子もなく、しかも裏金を作っていたであろう議員たち何十人と名前が挙がったのに、これらの人たちが逮捕されないといったことも、これまた政治不信を高めました。この問題は岸田総理が辞めたから終わりではなく、当然のように次の総理大臣も取り組むべき問題です。続いて国民の不支持率が高まった理由の一つが、不景気でもないのに収入アップを実感できない社会構造です。岸田政権の進めた経済政策の中で最低賃金を上げるといった政策があります。これは着実に上がってきています。しかし、最低賃金が上がる以上に物価高や給料から引かれるお金の増大に伴って生活が豊かになったという実感を持てない人が非常にたくさんいます。この問題の土台にあるのは、昔作られた社会保障政策が現代、そしてこれからも全く時代に合わなくなっていて、しかもそれらが改正されていない問題があります。かつて日本の人口構成としては、高齢者は非常に少ない、いわゆるピラミッド型の人口構成になっていました。多くの現役世代が少ない高齢者を支える、そうした姿であり、このような状態であれば、高齢者の人たちに対する社会福祉は充実させることができました。例えば、病院などでの窓口負担が1割で済むというのは、高齢者が少なければ多くの人たちによって支えられる問題のない政策でした。しかし、医療技術の発達などに伴って、日本人の寿命は非常に長くなっていますし、同時にベビームーム世代の年齢上昇に伴って高齢者へと移動していくことによって、多くの高齢者を少ない現役世代で支えるといった人口構成へと進んできました。しかもそれは少子化の進行によってさらに悪化しようとしています。社会保障費の増大は全くとどまるところを知らず、これからも増えると言われています。多くの高齢者を支えるための社会保障費、現役世代からどんどんとお金を持ってこなければならないし、しかもそれに加えて税金の投入額も増え続けています。誰が総理大臣になっても変わらないこの構造問題を無視し続けるというのは自民党政権の一番の問題です。少子高齢化に伴って高齢者の人数が多くなる、それに伴って既得権益化してしまったこの問題、取り組まなければ今後も多くの国民にとってどんなに働いても社会保険料でどんどん取られてしまうじゃないかといった問題はこれからも多くの国民を苦しめると思います。一方において岸田政権によって進められた政策もあります。例えば原発関連の話で言えば、安倍政権、菅政権でなかなか進まなかった原発の再稼働にようやく取り組み始めました。また原発を増設、新設についても検討案件に復活しています。さらには福島原発の処理水放出についてもようやく廃止されました。科学的には十分安全性を担保されているにもかかわらず、未だにデマが振りまかれていますが、政治的な決断によって実施へとこぎつけたのは岸田政権の
功績の一つでしょう。またこれは少子高齢化との絡みもあるのですが、自分の老後を支えるお金を自分で作りましょうという制度について、新NISAがスタートしました。新NISAは長期分散積み立てにより10年、20年、30年と投資を行うことによって老後の生活に大きな経済的な柱を作ることができます。この政策は間違いなく日本人の生き方にも影響を与えるものでしょう。ただしこれも本来であればもっと昔から行っておくべき政策の一つでした。少なくとも海外ではずっと前から行われています。そして産業政策。岸田政権の進めた産業政策の一つとして半導体分野への補助金があります。先端半導体の製造技術では世界トップである台湾 TSMC、この TSMC の工場を九州へと誘致することに成功しました。九州に作られる工場においては先端半導体ではなく少し片遅れの半導体ではあるものの、物量としては必要なサイズ感の半導体を作るためにこれは決してマイナスではありません。一方において国内メーカーとして発足しようとしているのがラピダスです。こちらについてもかなりのお金が投じられています。産業分野において半導体は必須のものです。しかし日本には製造装置メーカーや検査メーカー、そして素材技術などにおいては多くの有力メーカーがありますが、肝心の半導体を作るといったところにはメモリーメーカーはあるのですが、 CPU、GPU といったチップ産業に対する完成品を作るメーカーがありません。このような状況で自国の工業能力を生かした製品作りをするためには海外から持ってくるか、それとも新しい会社を起こすかといった2つの選択しかないわけで、そこに大きな補助金をつけて形にしようとしたのは私は実績の一つだと思います。ただし大きなお金を投じてもラピダスが成功するかどうかはまだわかりません。成功してくれれば良いのですが、ラピダスの作る半導体、一応先端レベルのものを作ろうとしていて、これを自動車や AI 関連のものへと活用することが期待されます。このように国内政策においては賛否両論あるような政策様々あるわけですが、自民党総裁が変わる、総理が変わるとなれば多くの人たちにとっては、じゃあその次誰になるのかといったところが大きな話題となっています。よくある世論調査においては石破議員の名前が挙がります。しかし私は石破さんについては全く期待していません。彼は鳥取県選出の議員なわけですが、私自身は鳥取県で幼稚園から高校まで過ごして、彼が国会議員としていつも当選し、世論調査で人気があるのに全くこれに賛同してきませんでした。石破議員の問題は何といっても防衛関連に強いかのようなイメージを持たれつつも別に全然そんなことはないといった問題や、彼の歴史観として韓国を利するような考え方を持っているのではないかといったことなどもあり、私は全く支持していません。鳥取県というのは田舎ですから、自分のところから出た議員が総理大臣になれば嬉しいなといった感じで地方局のテレビや新聞は報じがちです。鳥取県においては地方紙の日本海新聞が非常にシェアが高く、地元のことを取り上げるときにどうしてもそのような擁護の姿勢を持ちがちです。しかし国全体のことを考えれば石破議員が総理大臣にふさわしいなどとは全く思えません。さて、防衛関連で言えばのところで岸田政権の振り返りをしておきましょう。私のチャンネルでは国際情勢の話がここ最近はずっと続いています。ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序を破壊する行為として私は非難し続けています。国連の常任理事国が核兵器を使用することをちらつかせながら他国に軍事侵略を行って領土を勝手に分取る、このようなことを許せば当然のように他の国が真似した時にロシアによるウクライナ侵略と一体何が違うんだといった形で戦争侵略が日常化してしまいます。そして日本の場合だと軍拡をひたすら続ける中国が間近にあり、そして北にもロシアがあり北方領土を占領し続け、韓国は竹島も占領しています。このように日本の周囲というのは非常に危険な状態で、しかもその危険性が上昇し続けているわけですから、従来のままの安全保障体制のままで良いわけがありません。岸田政権になってこの安全保障関連の話、批判する人もいるのですが、私は前進してきたと思っています。まず第一に決定的なのが防衛予算の増額です。GDP 比 2% を目指した防衛費の増額というのは従来の政権では行ってきませんでした。安定的な政権であった
安倍政権の時ですら防衛費はほんのちょっとしか上がってきませんでした。その間、ひたすら中国の軍拡を眺めざるを得ないような状況で、非常に危険な状態といったものが発生しています。例えば、尖閣諸島に中国の公船が居座り続けているといった問題がありますが、これは中国の軍拡に伴って、警察扱いの船ですら大型化し、非常に長期間、尖閣諸島周辺に留まることができるようになったということを示しています。もはや1年を通してそのほとんどに尖閣周辺には中国の公船がいます。そして中国の軍事力の増大は台湾有事の危険性を高め続けています。しかも先ほども述べたようなロシアによるウクライナ侵略があり、国連常任理事国が他国に軍事侵略することになかなか歯止めが効かないような状態です。中国がこれに倣う日が来たとしても一体何の不思議があるでしょう。そういった切迫感もある中で、少なくとも安全保障関連の法律については様々閣議決定や法案成立によって状況は少しずつ改善しています。例えば、セキュリティクリアランス制度の創設については昔から必要だと言われつつも、ようやく今になって始まる段階へとなりましたし、反撃能力の獲得についても、これまでは絶対的なタブー視されてきた部分もようやく解禁されました。評価されない政策の一つ、外交においても、岸田首相はウクライナの首都キーウ訪問を実際に行いましたし、また、ロシアに対する制裁も発動させました。ただしこれは不十分な面があります。日本はロシアからエネルギー資源を輸入した状態が続いており、資源の調達先として他の国との連携を強化することが不足していました。南米や中央アジアなどもっと他の国に対する関係を強化し、ロシア以外からのエネルギー資源調達を進める政策、これはもっと進めるべきでしょう。以上のように岸田政権の進めてきた政策というのは、まだ足りない、もっとしなければならない、全然できていないなど様々な面があるわけですが、総理が交代するというのであれば、これから求められる人材は、もちろん当然のようにもっと良くする。もう本当に非常にシンプルなものであれば問題はありません。あとは自民党総裁選に誰が出馬するのか、そして誰がどのような政策を掲げるのか、このあたりはやはり注目していかなければなりません。誰がなっても同じだよという人はいるわけですが、全然そんなことはありません。少なくとも岸田政権は賛否両論ありつつも変えてきた部分はたくさんあるわけで、何を変えるかは結局のところ総理大臣によっても影響を受けるのです。私は引き続き批判するための批判ではなく、政策一つ一つをそれぞれこれはいいこれは悪いみたいな話をし続けようと思います。日本は失われた30年で勢いを失ったとはいえ、まだまだ世界的に見れば上位の経済力、軍事力を持った国です。政治が足を引っ張るのではなく、政治が日本経済や日本の国民を良くすることに尽力すれば、まだまだ状況改善できる余地はあると思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをぜひとも書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。